ここには来たくなかった。アクティベートコマンド、デッドスター、ローリングストーン、ナイトウォッチャー。正門コマンド確認。認証しました。入り口を開きます。高等現在関連の件でコントロールできたことなんて今までなかった。まったく後輩に説教されるなんてわけがわからない。その間事故が起こってないことをどうやって保証する？こんな偶然ってある？彼女は何かを知っていて、私はここで10年も監視してたのよ。でも最近は現在が頻繁に出現するようになった。何かの災難の予兆かもしれない。それにここ数年でさらに2体の高等現在が出現したのよ。まさか高等現在の次のターゲットはブルーマウンテンなの？この見捨てられた地から離れる方法を考えてもいい頃合いね。でも十分な理由もなくブルーマウンテンから離れる申請をしたらボスが許してくれないに決まってる。まさかこっちが下手に出てあの憎き後輩を探して手を貸してもらわないといけないの？命に関することなら一時的に尊厳は我慢するしかないか。私も定職になったらいいのに。勤勉なライトウォッチャーが彼女の無名の観測室に到達しました。おかえりなさい。前回の観測から103日24時間36分27秒が経過し、現在の最長観測空白記録を更新しました。おめでとうございます。中央制御 AI の人格シミュレーション設定を調整。ユーモア値を 30% に下方調整。設定調整中。調整できません。この設定を変更するには上級管理者の権限が必要です。あなたがアイリス科学部の上級メンバーでなくて残念です。だから来たくなかったのよ。一体どこのサイコパスが中央制御 AI にこんなムカつく模擬人格を与えたの？まあいいか。率先即決よ。直近10年分を。いいえ、プロジェクト番号 L03 からなきからに関する現時点でのあらゆる観測資料を整理してちょうだい。 AI を AI 扱いしてくれないのですね。これほど大量のデータでも私のハッシュレートなら十分です。紙に印刷しますか？結構よ。データは直接私の端末に送って。はい。ですが一つ事実をお伝えします。実を言うと私は稼働中のプリンタに接続されていません。いまいましい AI ね。データ送信が完了しました。すべての観測データを送信済みです。これ間違ってない？どうしてここ1ヶ月のデータが全てゼロなの？本 AI はセンサから送信されたデータのみ責任を持って記録します。実際の状況は管理者ご自身で調査してください。さもないとナイトウォッチャーは必要ないことになります。さっさと観測ウィンドウを開けて。からなき殻が消えた。どうぞお前たち。人は腕を振らないと安定して歩けないって知ってる？分かったらさっさと手錠を外して。私たち死んじゃうの？
やっぱり外で働くんじゃなかった。姉さん、どうして？ミア。ミアって名はあの独断専行の新部長？あなたは何者？サプライズは一つだけではなさそうだ。以前話したあの定職になったドライバーを今でも覚えている。フレックさん、そうお呼びしても構わないかな。それとも正体を隠すためにコードネームで呼んだ方がいいだろうか。そうかの犬、こんなコードネームはどうかな。私たち敵対関係だっけ？私は商売人だ。金儲けを阻止する者が敵だ。だが私のビジネスパートナーにとってはお前は恨みを買うために来た。これは部下が彼女から奪った通信機だ。捕らえる前にすでに情報は伝えてある。彼女が何を見つけたとしてもアイギスはおそらく私に後悔のチャンスをくれないだろう。だからもう一度言ってみる。私たちに残された時間は多くない。あなたの計画に従う。殻なき殻が消えた後、すぐにあのコンビニに戻ったけどフレックはいなかった。店の入り口でしばらく待ってたらフレックは来なかったけど、私の通信機がフレックのメッセージを受信したの。でもおかしなことに内容は何もなかった。彼女からの救難メッセージで捕まる寸前に送信されたから編集する時間もなかったんじゃないかと思った。けれど私にもフレックの状況を考えてる暇はなかった。メッセージを受け取ってすぐ異変が始まったから。異変？地面が突然強く揺れて、馴染み深いしゃがれた方向が街のあちこちに響き、その後は悲鳴と爆発音が入り混じっていた。現在の襲撃か。それもかつてない規模の現在の襲撃よ。あのネズミどもはあなたの想像できる場所からもそうでない場所からも出てきて、そこにいた生きた人間すべてを攻撃したの。その数ときたらあいつらがここの住民なんじゃないかってぐらいよ。でも一番理解できないのは、街の中心の空に浮かんでいたブルーマウンテンの箱舟がゆっくり降りてきたのをこの目で見たことね。ブルーマウンテンの箱舟も墜落したのか？いいえ、そうじゃなくて、ゆっくり秩序正しく降りてきたの。周りの建物に遮られて全てが見えたわけじゃないけど、箱舟が最終的に市の中心に降下したのは確かよ。市の中心には何があるんだ？マーチソンビルがある。フレックが最後に行ったかもしれない場所か。そう。まさかお前がその後彼女からのメッセージを再び受信したことと関係があるのか？いいえ、多分彼女はすでに。こんな時に誰なの？もしもし、聞こえる？